皆さんこんにちは。こんにちは。今回紹介するのは、ちょっと前に引き続き、アメリカの宇宙兵器です。おお、珍しい宇宙の話やな。有人宇宙戦闘機も登場しますよ。アメリカも作っとったんか。同チャンネルの宇宙担当となるゆかりちゃんに、知る人ぞ知る、宇宙開発が本格的に始まった頃に開発を目指していた、アメリカの宇宙兵器について紹介してもらいましょう。それではお願いね。皆さんこんにちは。私から紹介するのは、世界における宇宙開発の黎明期。1950年代後半から60年前半にかけてアメリカで研究、開発が進んでいた、無人、有人の宇宙迎撃機です。それって確か、前ソ連で開発しとったやつは紹介したな。はい。ソユーズ宇宙船を転用することで、例えばアメリカの人工衛星を調査したり、場合によってはミサイルや機銃で破壊するという、偵察、または攻撃型の軍事用ソユーズ宇宙船ですね。よう似た兵器ってことやな。どのような兵器だったのか、まだご閲覧されていない方は、ぜひ、ソ連の宇宙における兵器開発の動画を見ていただけると嬉しいです。はい、今回紹介するアメリカの兵器、実は、このソユーズを利用したソ連の軍事用宇宙船よりも先行していたものになります。アメリカの方が先やったんか。アメリカの科学力は世界一ですからね。せや、世界一や。前置きが長くなりましたが、まず、どのような兵器だったのか、画像を紹介しましょう。こちらになります。左は無人で、右の宇宙船みたいなのが有人か。そうなります。今回紹介する兵器の画像はこれしかなく、右の機体についても詳細が明らかになっておらず、その後開発された同じデザインを取り入れたものになります。参考程度に見てほしいってことやな。この計画はセイント計画と呼ばれているもので、左の無人型がセイント1、右の有人型がセイント2です。1957年、ソ連が初めて人工衛星スプートニクを打ち上げたことがきっかけで始まっています。スプートニクショックってやつやな。当時、アメリカではどのような状態だったのか。ソ連がスプートニクを打ち上げたことで、その数日後にソ連の人工衛星を破壊する能力を持つべきだという声が強まっていたそうです。数日後？しかし、当時のアイゼンハワー大統領は、軍拡が宇宙にまで広まることを懸念していたらしく、宇宙空間における軍事利用は研究程度に抑える制限をしていたと言われています。ちょっと待った。前に紹介した核兵器積んで落とすって有人宇宙爆撃機の X-20 ダイナソアあるやん。あれも1960年くらいやなかった？ダイナソアが初めて提案されたのは1952年。本格的に研究が始まったのは1957年なので、セイント計画よりも3年から4年くらい前に研究が進められていたということになりますね。こっちは良かったんか。本当に軍拡を懸念していたのかの判断はよくわかりません。ということは当時、アメリカでは NASA の宇宙船とアメリカ軍の宇宙船が2つあったということか？運用方法はそれぞれ大きく異なりますが、少なくとも3つ開発されていたということになります。すごい時代やん。はい。話は脱線してしまいましたが、スプートニクショックが広まっていた1957年、CIA がソ連における誘導ミサイル分野の今後の予想という趣旨の内容を発表します。それには6年後の1963年までにソ連が地上を撮影できる軍事偵察衛星を保有する能力を持つだろうと予想していました。これはアメリカからしてみては驚異的に感じたかもしれんな。このような理由もあり、アメリカ空軍は翌年58年にソ連の人工衛星を検査、破壊するシステム要件を発表します。来たでこれ。さらに59年になると、実現の可能性を調査。1960年になると、アメリカ空軍はソ連が宇宙に核兵器を送り込もうとしている、などと言い始め、同年にはセイント計画の開発が部分承認され、61年にはセイント1及び2の開発が正式に承認されました。ここから始まるんやな。ゆるふわ軍事チャンネル。ここからは、セイント計画で開発を予定していた無人衛星と有人迎撃機はどのような性能があったのか見ていきましょう。実はこのセイント計画、現在も機密扱いになっているらしく、詳細は明らかになっていません。そうなんか。そのため、これから紹介する情報が正確ではない可能性があることはあらかじめお伝えしておきます。まず、セイント1という衛星は、敵の衛星を調査、場合によっては破壊するものになっていました。打ち上げは一般的な人工衛星と同じように地上からロケットを使って発射します。
つまり、パッパラパーの状態で発射されるってやつやな。打ち上げたことを敵対勢力が分かってしまう可能性があるということになりますね。使用されるロケットも特殊なものではなく、このアトラスセントールで行うことになっていました。セイント1の総重量は2トン、全長は 4.3 メートルあったとされています。当時としては比較的大きかったかもしれんな。発射命令が出た場合、これを12時間以内に打ち上げる計画になっていました。ちなみに、1つのロケットに合計4つのセイント衛星を搭載する予定でした。ほう。セイント1にどのような装備が搭載されていたのか見ていくと、まず、衛星の後部にはメインエンジン、複数箇所に姿勢制御用のスラスター、対象の衛星を発見、接近するときに使用する短距離、長距離レーダー。この長距離レーダーは地対空ミサイル CIM-15 マークに搭載していたものが流用されています。これもまたすごそうな兵器やん。他には対象の衛星を撮影するための照明と4つのカメラを搭載。さらに人工衛星の重量を測定するための重力センサー。核兵器もしくは原子力電池を搭載しているのか調査するための放射線検出機。この装備は軍事的な感じがするな。他には自爆装置を検出したり、敵対的な行動が行われた場合の自動対応システムなどが搭載されました。自爆装置ってあれか。確かソ連の人工衛星には爆薬積んどった言っとったな。はい。これは先ほど紹介したソ連の軍事用ソユーズ宇宙船の動画でも紹介したのですが、当時ソ連が打ち上げていた人工衛星には自爆装置が搭載されていました。ということは、アメリカ側はソ連の人工衛星が自爆するというのは知っとったということやな。次に、セイント1は打ち上げ後、宇宙でどのように動作するのか紹介していきましょう。セイント1は長距離レーダーを使用して敵の人工衛星を捕捉。上段ロケットを切り離し、接近を開始します。12メートル以内に接近し、2時間ほど調査を行い、初期の分析データを地上に送信します。そして、バッテリーが継続する2日間。敵衛星から60メートル以内にとどまり、様々な調査を行うとしていました。なるほど。それで攻撃するようなものは搭載しとったん？これは3つある開発段階の最終。つまり、運用前の機能として敵の人工衛星を攻撃する装置も搭載する予定でした。ほう。武装というほどでもないのですが、攻撃方法は2つあり、1つは自ら体当たりして自爆する方法。もう1つは黒いペンキを吹きかけるという案でした。ペンキって、いきなり現実的なもの出してきたな。これはレンズに吹きかけて見えなくするって方法か。ミサイルなどを採用しなかったのは信頼性を重視した結果なのかもしれませんね。そして、1961年5月、アメリカ空軍が発表したのは、セイント2という有人宇宙迎撃機です。おう、ベタで有人宇宙迎撃機。こちらも機密となっており、詳細は明らかになっていないのですが、機体デザインはリフティングボディを採用した宇宙船で2人乗りでした。スペースプレーンってことやな。この開発が発表された1961年は、ソ連とアメリカが初めて有人宇宙飛行を行った年ですよ。そんな時代にこんな未来的な機体を開発しようとしとったんか。運用方法としては、タイタン2に3段目の液体ロケットを搭載したもので打ち上げます。敵の人工衛星に接近し、調査、破壊するとしているのですが、具体的な装備は明らかになっていません。さすがにペンキを発射するみたいな方法ではないと思うけどな。セイント2に関して明らかになっている仕様などは以上です。めちゃ少ないやん。ゆるふわ軍事チャンネル。ではここからは、この2つのセイント計画がどうなったのかお話ししましょう。どうなったんこれ。1961年になると、国防長官としてこの人物が就任します。この人あれや。破壊神こと、ロバート・マクナマラ氏です。さらっと破壊神言うのやめれ。皆さん、これ冗談でそう言ってるだけですからね。まず、最初に鉄槌を下したのはセイント2です。米空軍が発表したわずか5ヶ月後の同年10月、キャンセルとなりました。めちゃ早いやん。開発に関わるコストについても問題はあったのですが、3年後に無人試験を実施するとしたスケジュールが、関係者からも当初から現実味がないなどと指摘されていたことも原因だとされています。そしてもう一つ、1961年時点でアメリカでは他に何が開発されていたか知っていますか？何ってなんなん？先ほども出てきたアメリカ空軍で進められていた宇宙爆撃機 X-20 ダイナソアです。これか。ダイナソアは核兵器を搭載し、敵国、つまりソ連を爆撃するというものでしたが、当時、セイント2が空軍から発表されたことについて、空軍内のダイナソアを推進していたチームから警戒され、内部対立が発生していたそうです。
なんかこれもようある系の話やん。どそしてもう一つ、無人衛星となるセイント1はどうなったのか。うなったん？さらに翌年、1962年にキャンセルされました。キャンセル祭りや。理由に関しても同じく、コストパフォーマンスが悪いということ以外も、当初の開発予算を数倍もオーバーしているにもかかわらず、開発が遅れ、運用可能な状態ではなかったとされています。これは誰でもあかん言うで。これ以外にも、セイント計画には共通した問題がありました。なんまず、当時ソ連が宇宙空間に核弾頭を配備するという計画を発表していたものの、完全にハッタリだということが分かり、それを含め人工衛星を調査するために高価な衛星や宇宙船を開発する妥当性に疑問がありました。わざわざこれを作るほどでもないってことか。また、ソ連の人工衛星に搭載していた自爆装置にも影響されています。当時、ある程度の距離から電波などを使ってスキャンした結果、これを検知し、直ちに自爆する懸念がありました。そのため、近距離かつ詳細にソ連の人工衛星を調査するアイデアは早い段階で放棄されていたそうです。ということは、ソ連が自爆装置を搭載したのは有効やったんやな。逆に、ソ連もアメリカの人工衛星を調査しようとしていたのですが、人工衛星に自爆装置が搭載されている可能性があるとして、近距離からの調査案は中止となり、遠距離からミサイルで攻撃という方法に変化していましたからね。せやな。その他の理由としては、仮に核戦争になった場合、この衛星や有人機では迎撃できないだろうという懸念がありました。確かに、撃ち合いになったらいちいち調査する暇もないからな。このような技術的にも難しい問題がある一方で、別の兵器も開発されていました。こちらです。これなんや？対衛星ミサイルです。ちょ。これは1950年代後半、つまりセイント計画と同じ頃に開発、試験されていたもので、初期のものは良好な試験結果が得られず、実戦配備には至らなかったものの、当時はより安価な攻撃方法もあると考えられていました。コスパおじさん喜びそうな案やな。さらにこれです。普通にミサイルやん。ただのミサイルではありません。核弾頭を搭載したミサイルを発射して宇宙空間で爆発。強力な電磁パルス、EMP を発生させて、敵の弾道ミサイルなどをコスパよくまとめて破壊しようという案です。もうむちゃくちゃや。これは1970年代に実際に配備されたこともある兵器ですよ。なんかもういろいろやばい時代やん。詳しい経緯はわかりませんが、このような背景もあり、計画はすべて中止となりました。こう見ると単にコスパが悪い以外にも、いくつか理由があったんやな。そういうことになりますね。私からは以上です。それではすんこちゃんにお返しします。はい、ゆかりちゃんに紹介してもらったセイント計画どうだったかな？なんとしてでも敵の衛星を落とそうという技術力というか、力の入れ方がすごかったな。現在はミサイル以外にも高出力レーザーを使用するなど、より安価に行える方法があるとされていますね。人工衛星に対する脅威や対抗の意識は今も昔も変わっとらんということやな。今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。